今回やってきたご自宅はですね、猫ちゃん2匹とお二人で暮らしてらっしゃるご自宅にやってきました。記憶的散策の動画も以前から見てくださってたみたいなので、いろいろ今日お話聞ければなと思ってます。そちらでお待ちいただいているので行きましょうということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今回のゲストは萌香さんと青戸さん。青戸と申します。26歳で、コンサルティング会社で、働いております。本日よろしくお願いします。お願いします。萌香です。バーチャルヒューマンの制作プロデュースしている会社で働いております。よろしくお願いします。お願いします。 2DK ですかね。平米が43ぐらい。リノベーションちょっとされて少し新しくなってるんですか？そうですね。多分床とかは張り替えてもらってるんですけど、そのまま古いまま。やっぱりところどころすごい古いところがあるのでインテリアのテーマとかそういうのって何かあったりしますか？イラスト集めたりとかするのが好きだったので、飾りたいよねみたいなところとか、どちらかというとこう動きメインでこう歩いたりするのがね多いから、見てて楽しい感じがいいよねっていうところで、はい、赤い椅子が一番私たちが好きではあって、もともと祖父母の家でずっと眠ってたものなんですけど、はい、どちらのブランドのものとか、なんかもう所在も不明とか、所在も不明なんですよね。なんかでもすごい現代的ななんか感じですね、うん、今見ると全然目新しい感じというかね。そうですよね。美術館に行った時に買ってるものが多いかなって感じで、ゴッホとかと、あとモーテルのやつとかウェス・アンダーソンかな、和田潮美さんっていうイラストレーターというか、もう絵描く方がすごい好きで、タッチが柔らかくて大好きなんですよね。これは僕ね。はい、そうなんだ、はい、作者僕サイドが高いようなデザインというか、お二人ともお好きなんですか？もともと彼女の家がそういう家で一緒に住み始めて、なんかそういう雰囲気できたらいいよねっていう話で。ちなみに最近行ってよかった展示とかあります？最近そうなんですよね。あれ現代美術館そうですそうです。転職してそうです、ちょっとバタバタしてた時そうだっがあって、たんですね。はい、一番記憶に残ってると言ったらそのウェス・アンダーソンの展示会ですかね。すごい、猫ちゃんのやつバタバタ見つからないですね。それですか？ちっちゃいんですけど、蔵前に遊びに行ったタイミングでそのポップアップみたいなことをやられていて、イラストを描いていただいて、その場で猫ちゃんの写真を見せたら描いてくれて、嬉しいとそう思ってね。かわいい。可愛いんです。モナちゃんで、さっきベタベタしてたのが、モナですね。かわいい。一緒に住み始める時に板とブロック塀を買って必死に持って帰ってきて組み立てたものですね。下の方が雑多なもの、真ん中が割と彼女が読む文庫本、上がビジネス系の本とか、趣味の本とか、そういうものが多いですね。読んで面白かったものとかそれぞれあればちょっと聞きたいんですけど。本当の自分とつながる瞑想っていうちょっとスピリチュアルな。ちょっとスピってますよね。スピってますね。今悩んでるものとか手放して生きやすくなろうねみたいなことが書かれてる本で、結構考えて動けなくなっちゃいがちだったタイミングとかもあって、でその時とかすごい救われて、めっちゃ押し付けてるよね、読みなって青戸さん読みました？まだ読んでないんだ。あれ読んでないんですね。2年ぐらい言ってるけど、2年ぐらい言ってまだ読んでないですね。美しすぎる人類図鑑っていうものなんですけど、バックパッカーとして世界を回って、で写真を撮って、その写真を皆さんに販売して世界を回ってた方、バックパッカーとかもちょっとそれに営業されて大学生の頃やったりして、はい、そういったきっかけになった本です。初めてのバックパッカーでインド旅行行ったんですけど、本当に街ごとに全然雰囲気が違うんですよ。いろんな国を旅行してるような印象を受けますし、すごいやっぱりカオスな感じが面白かったですね。はい、上とかは植物とかそういうものもあると思うんですけど、5年ぐらい前からずっと育ててるパキラ、手のひらサイズぐらいの鉢で育ててたんですけど、植え替えようっていうので急遽スタンダードプロダクツです、はい、で買って、この器は根津のヴィンテージショップでたまたまちょっとフラッと遊んでた時にずっとインテリアとして使ってますね。これはうちのキャラクターの今ちゃんがワトソンと一緒にコラボした時に作ったドリンクなんですけど、会社からくすねてこれに刺してるって感じです。この子は CG で作られてる子で、インスタグラム中心に活動してたんですけど、 IKEA の原宿がオープンした時とかも今ちゃんの生活を IKEA の家具の中でして、インスタグラムと連動しながら CG で作られてて、でそれのププロデューサーで、ロデュースをされて、はい、そうですね。下の段とかでいうと香り系のアイテムとか
キャンドルとか。大学生の時に後輩の子たちからもらって使ってたんですけど、ちょっとやっぱり猫ちゃんいてなかなか香り物使えなくって、そうなんです、ずっとディスプレイとして置いてるって感じですね。あとポスターじゃないんです。ポスターじゃなくじゃないのて自分たちが好きな映画印刷したもの貼ってるだけなんですけど、冗談が映画とドラマを含めたベスト3ですね。2人の中のナンバーワンっていうのでコーダを挙げさせていただいてます。日比谷の野外映画祭、そちらを2人で見に行ってベスト1ってとこですね。その隣がロキ、世界観とか背景とか伏線みたいなところの作り込みすごいなみたいなところで感動して、ここに選ばれた理由ですね。海に眠るダイヤモンド、人間関係とか一人一人の共感をすごい誘ってくるような演技が特徴的ですごい良かったねっていうところで挙げさせてもらってます。お互いやっぱ趣味が合うのは洋画見ようかなってなりますね。下と上が付け替えでいろんなものにカスタマイズできるものなんですけど、基本的にうちの照明今のところIKEAなんです。そうなんです。うちの家暗いので角がなるべく明るくなるようにしてます。私がすごい大きい机がいいっていう話をしていて、友達とかもよく遊びに来て家でボードゲームしてとかご飯食べてっていうのがあるので、この家族用のサイズを購入してます。で椅子も IKEA です。プラスチックとかだと長時間座ってるとちょっとやっぱりお尻どうしても痛くはなってくるんですけど、でもそこまでね問題なく座れてます。テーブルとこの棚別に繋がってるわけではないですよね。別のもの。そうなんです。そうなんです。もともと本棚なんですけど動かないようにしているっていう。猫もここにいたりするので不安ですよね。そうなんです。ガシャガシャガシャみたいな。そうなんです。そうなんです。なるべく重いものを下に置いて倒れないようにしてるって感じですね。お酒とかもありますけど、結構ご自宅で飲まれることが多いんですか？芋焼酎になるんですけど、すごい美味しくて、レイシっていう漢方があって、条薬って呼ばれる、その基本的に毎日飲み続けていくと体が健康になっていくっていう素材なんですけど、それをベースに作られたリキュールで、これリユースらしくて、なのでもうこれどうするんだろうね、使い終わったらまた返すのかな、確かに返すって聞いたことないですよね。そうですよね。すごい可愛くて、コーヒーとかも日常的に飲むので、一番多く購入するのがウッドベリーコーヒーっていうコーヒーショップ屋さん、朝入りが大好きなので購入してます。あとはセレクトでいろいろコーヒー豆を集めているお店があって、たまにそこで飲んだりもするんですけど、お家でも手軽に飲めるよっていう、結構フルーティーで飲みやすくて美味しかったですね。料理でガシャガシャ使うことが多いので、使いやすさ優先でこんなキッチンになってます。この物件自体が古かったので、この扉とか下とかもきなり色というか団地のキッチンっていうところが多かったんですけど、ただここだけシルバーでこれ可愛かったので、ちょっとそれに揃えて張り替えてみたいねっていう話で。貼ってるんですか？そうなんです。そうなんだ。この辺光も入れつつ緑を置きたいなっていうところで花を生けたりとかしてますね。エバーフレッシュが奥に大きなエバーフレッシュがあるんですけど、それが花咲いて種作ってでこの子が生まれたっていう。そうなんだ。2代目エバちゃんです。2代目がこっちにいるんだ。こちらはボードゲームとかあるという感じで、お二人とも結構好きなんですか？友達が遊びに来た時ボードゲームしがちなんですけど、よくするのがカタン。自分で土地を作っていって資源を集めて、誰がその土地を制覇するかみたいなゲームなんですけどザ・クルーっていう無言でやらなきゃいけないカードゲーム。説明できる？これめちゃくちゃむずそう。めちゃくちゃむずいやつです僕好きなのはお化けキャッチっていうやつなんですけど、カードをめくってそこに描かれている絵と同じアイテムがあったらそれを取る。でそのアイテムが描かれていなかったら色もイラストも違うアイテムを取るっていうものなんですけど、これ酔っ払ってみんなでやってるとわけわかんなくなってくる盛り上がるゲームですね。ボードゲームとか友達とか来た時一番いいですね。そうなんですよ。ご飯つまみながら飲みながらこの大きなテーブルでみんなで遊ぶっていうのが楽しみですね。F オーガニックっていうマッサージオイルなんですけど、結構自然派由来のもので、ずっと保湿力高めでいい匂いがするものが多いですね。自然派系がうち結構多いかな。猫のヒゲを集めてるものになるんですけど、毛はすごい抜けるんですけど、ヒゲってやっぱりちょっとレアで、ヒゲレアなんですか？あ、そうなんだ。見つけるとちょっと嬉しくなっちゃって集める。あるあるなんだ。知らなかった。このチャピとモナですね。証明写真風に加工してかわいい。後でちょっとだけね動画で出てくれると。そうですね。ぜひお願いします。今度はリビングの方を中に案内してもらってもよろしいですか？はい。こちら大体何畳ぐらいのお部屋になるんですか？6畳かなとゆったりすることが多いので、割と落ち着いた感じをイメージして物を置いてますかね。古家具屋さんで買ったんですけど、大体6000円ぐらいで買ったんです。何でも拭けるような軽い防水みたいなものを選んでます。
夏は冷たくてひんやりしてあそうですね。僕らもそうですけど、猫ちゃんたちもここでそうですねひんやりしてます。ああ確かに、はいナタリー・レテっていうデザインなんですけど、民族っぽいぽい感じの感じのデザインが可愛くて購入しました。スツールですね。猫用ですね。これもキャットタワー実はうちなくて、確かにそうなんです。なるべく足に負担かけないけど運動しやすい高さのものと、あとガリガリしたいのでなるべくこうガリガリしがいのあるものをでかつ消耗してもまあいいかっていうようなものを選んでます。こっち側はねラグが2枚そうですそうです。結構このお部屋のテイストにも合いつつ重たくなりすぎないものがいいよねっていう話をしていて、ブルーの、カラーのものを選んでます。こっちもガリガリしやすいような素材選びました。猫トイレが奥にあるんですけど、そこの足場です。結構こうやっぱ砂がどうしても落ちちゃうので、猫砂がなのでなるべくここで落としてもらえる動線ここスタンディング昇降かそうなんです。昇降しデスクではい。天板割れなんですね。木の天板なんですね。僕が一人暮らしを始めるタイミングで作ったものなんですよね。 2x4 みたいな形の木を買って自分でニス塗って足だけ変えてちょっと昇降デスクに変えたっていうようなもので、集中とか切れやすいタイプかなと思ってるので、自分はこういろいろ高さ変えつつ、あと猫が高いところ好きなのでそっか、はい確かに猫のねご飯がキャットタキャッワートタワーみたいな感じはいになってるんだ。高いところに猫は登ったりするので、安全なものを選ぶっていうのを基本にしてます。エバーフレッシュって触るとなんか閉じるやつでしたっけ？それはおじぎそうなんです。あ、それおじきそうか。じゃあこうやって触っても何もはい、変わったりしないの？夜でも閉じるんですよ。夜はちょっとちっちゃくなるのか。はいああ、そうかそうか。オーガスタ猫ちゃんに安全なもので、こっちも IKEA で買ったものですね。すいません、IKEA ばっかりで。もともと彼の家にあったのがシルバー系が多くて、ああ、その名残というかね。そうですそうです。それで普段よくチェックするインテリアショップとかブランドってなってくると、古家具屋さんとかリサイクルショップとかが見がちで、家具揃えようみたいになった時に IKEA に行って買いあさって帰ってくるみたいな。車買って積んで、そうですね。奥のライトは青斗くんの。これも祖父母の家から持ってきたものなんですけど、だいぶ年季が入っててつまみを回すんですけど、ちょっと今あれですね、あ、繋がってない。繋がってないかも繋がってる？繋がってるかな。繋がってるね繋がってる。スライダーというかあれなんだ。そうなんです。よくまだつくなっていう。確かに物持ちがそうですね。多分大切に保管されてたんですね。だいぶ容量入るので重宝してますね。この辺結構しまえる収納がなかったりするので、ここはすごい使いやすいですね。ここはドレッサー的な感じなんですか？夜髪の毛乾かしたりとか朝準備したりとかするときに使ってて、鏡がついてるんですけど、可動式で40年ぐらい前のもの、引っ越すタイミングでずっと運んで容量も入るので。ここはもしかして椅子とかもあれですか？古いものとかですか？これも IKEA あ、でイケアなんだ。でもここにあるとちょっと可愛いですよね。そうだからそういう古い、ね、古いものみたいな古家具みたいなものなのかなってそうなんです見えますね。これ猫トイレになってて、もともとはキャビネットでノコギリで横を開けて猫が入ってトイレして出てこれるようにしてます。なかなか猫トイレ可愛くないのが多いので、はい、なるべくねインテリアに馴染むようにしています。ファッションについて聞きたいんですけど、大学生から好きなブランドがあって、はいはい、それがこのコモリっていうあブランドがずっと好きで、上のジャケットも下のパンツもコモリで、はい、日本の気候とか日本人の体とかそういうところに合わせたデザインをしているブランドなんですけど、この彼女が着てるジャケットもこれも、はい、コモリで結構シェアしたりすること多いですね。これも上のジャケットも下のパンツもコモリで、はい、もうずっとガシガシ履いて使ってますね。はい、あとは猫ちゃんが2匹いるということで、お名前は何ですか？ティッシュのモナっていう男の子です。すっごい舐めてる。ガツガツ系ですね。ガツガツ系ですね。すごい元気ですね。そうなんです。ワンちゃん顔負け。確かに猫ちゃんっぽくないかもですね。そうなんですいい意味で。かわいい。かわいいだけの。そんな状態でも僕は食べます。猫ちゃんどうしてもガリガリしちゃったりとか、履き戻しとかあったりするので、洗えたり害が比較的少ない家具っていうのを選んでます。はい。女の子のさっきお話ではちょっとありましたけど、はい、すごい賢い子なんですよね。賢い子なんですよね。お手ができる子なんです。すごい。よいしょ。はい。あら、お高い感じなんですね。お高い感じで。ということで、一通りお部屋について紹介していただきありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後せっかくなんで何かお知らせしたいものとか、なんか告知したいものがあればいただければと思います。生活をゆるっとインスタグラムでご投稿したりしているので、よければぜひ見てください。YouTube はどういうなんか Vlog みたいな感じ？そうですね、Vlog、旅行に行った時に撮る Vlog とか、そういったものをこうゆるく上げてます。はい。というわけで、じゃあ気になる方はインスタグラムと
YouTube チェックしていただければなと思います。